存在で、マジ映画みたいな人生生きてこられてんのよ。もう生きるためにもうできることは全部やったので、死ぬ覚悟でいたんですよ。なのではい、どうも、じゃあクリスです。渋です。よろしくお願いします。このチャンネルではですね、美容師として元日本一であるこの渋谷が街中にいる磨けば輝く原石みたいな方に突撃で声をかけさせていただいて、髪切ったり服コーディネートしてビフォーアフターさせていただきますっていうチャンネルになってます。はい。というところで本日もよろしくお願いします。あいん。ありがとう。今日はなんとクリスの大好きな YouTuber さんとコラボさせていただくっていう人ですね。そうですね、もう本当にこの日をずーっと待ちわびてました。今回コラボさせていただく方っていうのが、脱北者が語る北朝鮮というチャンネルを運営されているキムさんという方ですね。マジ映画みたいな人生生きてこられてるのよ。北朝鮮から脱北されて今日本にお住まいでね生活されてる方なんですけれども、このチャンネルのね視聴者様のニーズっていうのを最低限答えさせていただきながら、僕が撮りたい映像っていうのを本日は撮らせていただきたいと思ってます。いやもう知るべき事実っていうのがもうあるからね、直接話したかった人と会えるっていうのでものすごい嬉しいですし、あなたもあなたって仕事頑張ってください。はい、というところで行きましょうか。はい、ということで合流させていただきました。こんにちは、こんばんは。キムです。よろしくお願いします。今3時のところで、生まれたのが北朝鮮で、今に来たのは今7年目なんですけど、はい、じゃあありがとうございます。マジで僕がほんまにキムさんに会いたくてずっとキムさんの動画見てて、いやマジで今回はね多分視聴者さんにとっても新鮮味のあるお話いっぱい聞けるんじゃないかと思いますしね。とりあえず今日よろしくお願いします。はい、ということで今日はこちらでコンテンツしていきます。ちょっと日本の良さとかキムさんの合格の良さとかを生かしつつコーディネートをしていきたいと思います。北朝鮮の時は服を買わない文化というかね。そうです。買えなかったです。そうですよね。今日は存分にこちらがプレゼントさせていただきますんでよろしくお願いします。はい。お疲れ様でした。かなりクールな感じになったんじゃないでしょうか。おお、キムさんどうでしたか、渋谷とのファッションは。僕、ファッションに興味がないというか、あんまりそういうセンスがないんですけど、なかなかそういうプロああ、そうですか。じゃあこれから髪やらせていただきますので、よろしくお願いします。でもキムさんほんま今日は改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。実際僕キムさんの動画ほぼ全部見ているんですごく光栄に思っております。よろしくお願いします。もういいよ今回俺のカットとかそうまあほんまおまけ程度にあなたのカットも取っとくわね。で僕キムさんのことこれまでも見てきたんですけれども、改めてキムさんの自己紹介とかしていただいてもいいですか。はい、生まれたのは北朝鮮なんですけど、13年前に脱北して韓国で4年間暮らしていて、日本に興味があったので日本に来て、1年間いるつもりで来たんですけど、今8年ぐらいになってます。なるほどですね、ありがとうございます。キムさんの話これから聞こうとは思うんですけど、まず一言、本当壮絶ですよね、キムさんの人生って。もっとひどい環境で暮らしている人もいると思うんですけどね、YouTube っていう、こういういい時代になって、いろいろと伝えることができたので。何がどう壮絶なのかっていうとね、1990年後半ぐらいですかね、飢饉があって兄弟の方みんな餓死されたみたいなね、はい、僕の家族のことは90年代なんですけど、そんなに昔じゃないんですね。キムさんもその時生きれたもう奇跡というか、あれカエル捕まえて食べてみたいなおっしゃってましたっけ。動物として食べれるようなものは全部食べたんですよ。もう生きるためにもできることは全部やったので、苦難の行軍ってやつで数年の間にほんまに100万から300万人ぐらい死なれたみたいなね。そうですね、30万から300万人ぐらいじゃないかっていう推定してるんですよ。そうですよね。脱北するストーリー自体も半端じゃないのに、脱北するまでの話もなんか壮絶すぎてね、いろいろまた聞かせていただきたいと思ったんですけど、僕らの視聴者さん若い人とか多いんですけど、あんまりパッとイメージつかない人とかもいるんで、北朝鮮ってざっくりで言うとどういう国か聞いてもいいですか。まず自由がないっていう。自由がないっていうのは、日本であんまり自由っていう意味、みんな自由だから自由っていうのがわからないじゃないですか。例えば大阪から東京まで許可なしで行ったり、北朝鮮ではまずそう移動するに許可なしで行くと捕まったりするんですよ。軽く友達と自由に喋れるような、そういうのもないし。友達と喋る時でも規制があるんですか。規制っていうか、政治とかの話とかになると自分の考えることとかを喋るのが警告されたりするんで、もうそれで本当に子供たちが、軽く
家の中で大人たちが言った言葉を友達に言って、家族の話で政権のことをなんか批判したのを子供は全然知らないんで、そのままもう自分の友達に言っちゃったことで親が密告して、それでもう捕まった人もいるんですよ。貧しい国で、自由がない、あとはこう社会主義というかまともな社会主義でもないしまあ普段働いたらもうお金もらうのが当たり前ですよね。北朝鮮では給料がないんですね。本来ならば食料配給っていうのがあって、ちょっとした給料ももらってたんですけど、経済がもう今はもう完全にダメになってて、国から食料配給とかが途絶えてしまって、働くとある意味ボランティアみたいな感じで、食料配給も給料もないのに必ず出勤しないとダメなんですよ。無断で欠勤したりすると政治安収に送られたり、分かりやすく言えればもう奴隷ですね、やっぱり。その食料配給ない中で皆さん何食って生きてるんですか？メインがトウモロコシ、個人の農業みたいなのをやって、農業によっても解決したり、日本みたいに頭がいい人とか、国のためとかそれぞれ能力を、発揮すればいいんですけど、それがもう政権がそういうのを制限したり、個人のそういう能力が発揮できないという社会なんですよね。なるほどですね。実際その北朝鮮の人の暮らし、こうざっくり見えてきたところで言ったら、給料がなくてこうほんとトウモロコシを主食にしながらこう節制して生活されてるっていうことだと思うんですけど、なんか実際キムさんが北朝鮮に住んでた時ってこう電気一切なかったってことですよね。あったんですけど、もう経済がもう厳しくなって今は感じる。なんかろうそく立ててほんとしのぐみたいな感じなんですか、イメージは。ろうそくもちょっと高いんで、暗くなったら早めにご飯済ませて7時とか寝たり。そうなんですね。衣服とかってどうなんですか？服とかもみんな同じ服着てるんですか？ファッションっていう、感覚はなくて、北朝鮮ってもう服も自分が好きなデザインの服とかダメなんですよ。例えばこうジーンズとか履いたりすると捕まったりするんですよ。ジーンズ履いて捕まるんですか？日本で調整行ってもこうちょっと胸までね、その服とかも絶対ダメなんですよ。それ着たらもう捕まっちゃうんですね。この髪のおしゃれにもできないんですよ。そういう美容師もいないし、北朝鮮の軍隊の髪型にカットしたりしてたんですね。確かに金髪の北朝鮮の人見たことないですね。ですね。多分それが、北朝鮮ではもうすぐ捕まっちゃうんですよ。捕まることばっかりですね。もうやっちゃいけないことが本当に多いんですよ。それからね、実際キムさんが脱北された話とかほんま聞かせていただきたいなって思うんですけれども、脱北ってそもそもなんでみんなしようって思うんですか？例えばなんですけど、僕みたいにこういう脱北して北朝鮮でも想像ができなかった暮らしができるっていうのを誰が知っていたならば、人間ならみんなそういう暮らしをしてみたいっていうありますよね。それはそうですよね。いくら忠誠心で従ったってその社会で原始的な暮らししかできないんで、情報を知っている人は脱北しようとするんですよ。僕はその父がもう先に脱北していて、海外でどういうふうにみんな暮らしてるかっていうのを知っていたので、何も知らない人だと多分脱北はずっと難しいかもしれないんですけど、多分海外のことを全然教えてくれないんですよ。情報を知っているっていうことは本当に大事ですね。それでいうと北朝鮮で教えられてる日本ってどう見えてるんですか？日本はもう悪魔のように教えてるんですよ。北朝鮮の映画とかほとんどアメリカが、日本向けの思想教育をするんですけど、昔も日本がその朝鮮半島を統治する時、朝鮮人民を悪いことばっかりやったっていうことを教えるんですよ。だからもう北朝鮮人から見たら日本は本当に悪魔のような存在で、すごいな、なんかほんま進撃の巨人みたいやな。それがずっと日本に来てるんですけど、北朝鮮が教えることが全部嘘だったっていうのを、日本に来なかったら多分わからないんですね。日本が一応朝鮮半島を統治してた35、6年ぐらいですかね、常にこう抗い続けてたのがキム・イルソンみたいな。日本と戦ってそれで勝利を取って北朝鮮という国が生まれたという。そうですよね。だからその国のアイデンティティというか、日本っていう国と戦っていつも勝ったっていう国僕はそれが本当だと思っていたんですよ。ありがとうございます。やっぱそうですよね、日本はもう悪魔の末裔だみたいな、なんかそういう感じで出てますよね。そこから実際キムさん脱北されたわけですけど、なんか一回失敗されたんですよね。そうですね。中国の国境地域で
捕まったんですけど、その時18歳頃だったんで、秘密警察ってもうあるんですけど、まず捕まったらその秘密警察がこう調査をするんですよ。やっぱりね、北朝鮮はそういうのは怖い国なんですけど、いろいろ拷問とかされたり。確かそれ冬場ですよね、留置所みたいなところ、閉じ込められたのがほんとマイナス20何度ぐらいの寒さのところ、マジで半袖半ズボンじゃないけどほんまそんぐらいの服でおったんですよね。そうですね、マイナス20度って多分想像できないんですよね、日本だとまあそこまで下がらない。夜足が凍っちゃって、足凍るってやばいっすね。捕まってもう2日3日ぐらいずっとね、調査室で呼ばれて聞きたい答えを言わないと拷問したりね、そこでなんか全部認めたらもう刑務所行くっていうことはもうしていたので、もう全部否定したらその代わりすごい殴られたんですけどね。やっぱりこの点数稼ぎみたいなのがあって、脱北しようとしたやつを捕まって自白をしてもらいましたっていう、そう言うとその人も昇進したり、まあそれが必死なんですね。まあ、結局僕らはその何も知らないままでただブローカーについてきたので、まあそういう話で一応まあ刑務所まではいかなかったんですけど。何されました？拷問って実際。服を全部脱がされて革のベルトでこう殴られたり、机の上に手を置いて、男性の場合はまあそれでもちょっとマシなんですけど、女性の場合はもう本当にそこもう地獄なんですよ。身体検査っていうかボディチェックをするんですよ。体になんか隠してるんじゃないかっていう、女性とかだとまあ結構ね、いろいろ詳しくなんか性器の中で何か隠してるんじゃないかっていうこととかもやったり、北朝鮮はもう罪を犯したらまあ人間じゃないんですね。一回失敗して脱北もうすんの嫌やとか思わなかったんですか？死ぬかもしれない。それはありましたね。脱北するかこのまま北朝鮮で住むかっていう悩んでたんですけど、でもこの先ずっと北朝鮮にいるっていうことを考えると、まあ、まだ2回ぐらいまたちょっとチャレンジしてみたいっていうのがあって、2回目のチャレンジは何歳ぐらいの時ですか？それが23歳ぐらいですね。その1回脱北失敗してその辛いその記憶があったので、2度はそういうね、護衛部でそんなことをやられたくないっていうのがあったので、死ぬ覚悟でいたんですよ。動画でもちょっと喋ったんですけど、薬を2つ買っていたんですけど、それはあれですか、もし捕まった時に自殺しようっていう、まあそれももし毒薬飲んでも失敗してるとあれまずいんで、2つ買ってそれを隠して脱北したんですよ。幸いにまあ使わなかったんですけど、脱北する時の話で、次失敗したら家族もあれやしっていうので、家族誰にも言わずに出てきたんですよね。まあ本当にそれが辛かったのが、まあ、僕の、まあそのまあ、親がいなかったので、祖父母が僕を育ててくれたんですけど、脱北するっていうことをちょっと言えなかったんですね。で今までこう育ててくれてありがとうございますっていう、まあ、そのお礼さえもちょっと言えなかったので、まあ、それがずっと今も辛い気持ち。なるほどですね。いや、ありがとうございます。ただ北朝鮮を脱出したからもう全て自由になるわけでもないし、中国でも捕まったらちょっとまずいんで辛かったんですね、そこ移動するの。バス寝れんかったっておっしゃってましたもんね。寝てる間に警察来てもたら、そういう検問とかが多かったんですよ、中国は。その検問して捕まるのも結構あったので、まあ、その時は本当にもう不安だったんですね。いやー、憎いっすね。僕今23ですけどね、僕のこの年で死ぬ覚悟を持って国出るとかもう想像もつかんから、えげつないなって感じですけどね。いや多分、まあ、北朝鮮で 1,2 年ぐらい住んだら多分その覚悟になると思いますよ。ああ、マジですか。でも海外から北朝鮮旅行行く人もいるんですけど、はい、実際 YouTube とかで見ると平壌の限られたところしか行けないんですね。そうですよね。なんでそこの綺麗な街、そこしか映らないんで、普段見たら北朝鮮ってあんなもんだっていうふうに思っちゃうかもしれないですけど、実際仕事とか行くと天気もないし、今の日本人から見たら本当に100年前ね、その暮らしなんですよ。すいません、なんかちょっとこれ最後キムさんの話でちょっと一個飢饉の話だけ聞いてもいいですか？そのまあ動画冒頭でおっしゃってて、そのね、脱北する前に兄弟5人兄弟で、キムさん以外。そうですね、もう5人兄弟で今僕1人だけなんですね。先ほどその空難の行軍っていう飢饉の時代に、4人が亡くなったんですよ。まあその時はもう本当にもうあちこちにね、その死体が多かったんですよ。なんか駅なんかで人が死んでいて、まあその時にちょっと僕の上に姉3人がいたんですけど、その姉が先に亡くなって、で下に弟1人いたんですけど、弟もなんか駅で別れて、それ以降と会えなかったんですね。それはやっぱあれなんですか、兄弟一緒にいようじゃなくてもバラバラでなんとか命つなげようみたいな、そういう感じだったんですか？
その時は母が先に亡くなって父1人だけいたんですけど、両親2人いてもその5人まで養うのが精一杯なんですけど、1人だけだとちょっとやっぱり厳しかったので、親戚の家にみんなこうバラバラになったんですよ。あ、そういうことやったんですね。なってたんですけど、やっぱりこの親戚の家も自分の子供ももう腹いっぱいに食わせないので、親戚の子供なんかその預かることができないので、みんなそこからまた駅とか、いわゆるそのストリートチルドレンというような生活をし始めて、で僕はちょっと唯一ねその祖父母が預かってくれて、そのおかげでタッポができてここまで来てるんですけど、5人のうち自分だけが生き残った感じですね。なるほどですね。僕もちょっと面白くなんかその北朝鮮のことを伝えたいんですけど、まあどうしてもねその現実っていうそのものを伝えようとすると、ちょっと重い話そうですね。面白くはない。そうですね。むずいですね。僕の言い方がちょっとねまたちょっと重くなったりするんいですけど、やとんでもないです。なんとかちょっとね、そういうモチベーションを持つような、そういう動画になればいいなと思います。詳細はもうキムさんとこ飛んでじっくり見ていただければいいので。ただ、まあ、今日本の若者でも今自分の生活ね、もう本当にどん底でもうなんか未来がないように思う人も結構多いんですけど、僕から見たらそんなに離れてない国でそんな暮らししている人もいるから、頑張ってほしいですね。そうですよ。権利があるってすげえ当たり前だと思ってたけどね、生まれた時点でチャレンジする権利とか自由が全くないっていうので、日本何でもできんじゃんみたいな。死ぬ覚悟なんか持ったことねえっすもん、マジで。すげえっすよ。日本人の一番問題は人間死ぬってことを忘れてることで。いや間違いない。まあ、僕もその死の覚悟があったからこそも今僕日本まで来てるし、皆さんとねこういう会うことができて、いろいろちょっと喋るようになったんですけど。いやありがとうございます。ほんまキムさんマジで北朝鮮のこんな話さ教科書に絶対載ってないしさ、貴重ですもん。こんな死にそうになりながらなんとかここまで来られて、日本語ましてやねこんな流暢に喋ってくれてはるっていうで、顔出しもしてくれてね、ほんまにありがたく思ってます。まあ僕はもう今ね喋れるようなことでも何でも大丈夫です。すいません。僕もあれなんですよ、兄弟4人いるから。そうなんですか。そうなんですよ。まあ、5人ではないですけど、で僕も真ん中なんですよ、キムさんと一緒で。だから自分以外兄弟死ぬってむちゃくちゃ悲しいなって思うから、ましてや飢餓で、まあ言い方あれですけど死ぬ瞬間の兄弟見てるってマジで地獄やなって思うから。まあでもあまりにもね北朝鮮ではそういう命っていうのがハエの命みたいな感じで、小さい人を公開処刑したりあったので、子供までみんなも集まってこういう罪を犯したら死刑囚になるっていうことをみんなにこう教えるっていうのもあるんですね。だからその社会で進むとなんか命ってその時何も感じなかったんですよ。もともと日本だって例えばそういうことあったとしたら親は子供を連れて行かないんですよね。日本と違いすぎる環境で育ってこられたっていうのもあるんでしょうけど、ほんまにこれ別にいい意味ですよ。いい意味で、キムさん会った瞬間からやっぱなんか目の色違うもんな、俺らと。なんかいやそんな気しますけどね、なんか見てきたもののそう深さですよね。そう目の深さが全然違うなと。それはなんかすごい能力ですね。いやなんか僕が多分一生を過ごしたとしても得れない経験値の量をもうすでに経験されてる気がするし、やっぱこう会って喋っててもそのどっかこう達観してる感じ、達観のレベルがちょっと異次元な気がするし、そんな感じで話させてもらってましたけどね。捨て身って言っちゃなんですけど、自分の身削って情報を伝えて、どこまで言えるかわからんですけど、やっぱこんだけ顔出してそこまで赤裸々に喋ってたら政府から見られているところも絶対にちょっとはあるでしょうし、そのスパイじゃないですけど、そういう人がこう訪ねてくるみたいなリスクとかあんま考えないんですか？まあ多分あるかもしれないですね。もうちょっと僕の見えないところでだからここって自由世界なんですよね。多国したきっかけっていうのは皆さんのようなもの暮らしをしたいっていう、それが多国のきっかけだったんですけど、ここでもちょっと北朝鮮が怖くて、自分の経験したことを喋れないんだったら、それを多国してる意味があるのかなと思うんですね。そういうことが含まれていくからこそ自由だと思うんですよね。もうキムさんがしゃべる自由とガキンチョが言ってる自由の重みが違うわ。それぞれね、
悩みも違うし、軽い悩みでもそれは悩みですし、やっぱ比較する基準っていうのがどこに当てるかによって幸せだと思うかもしれないし。やっぱ分かんないですもん。なんか日本って豊かだよってこうざっくり言われても分かんないですもんね、正直。ずっと豊かでなんか当たり前に学校行かせてもらってご飯も毎日食べれて、これが幸せっていうのを感じるタイミングがないですよね、なかなか。まずきっかけになってくれたらいいですけどね、この動画で。僕ももともとフィリピンちょっと旅してた時にフィリピンの生活結構馴染んでる部分があって、それ基準に合わせたらめちゃくちゃ日本幸せやなって僕思えるんで、割と僕がやりたいこと何でもゼロリスクやと思って挑戦できるんですけど、まあ普通に生活してたらそのきっかけってないと思うんで、だからこそキムさんのこの話っていうのが何かしらのきっかけになれたらいいんじゃないかなと思うんですよね。いかになんか俺らが自由にさやりたいことをやってなんか仕事できてんのが幸せなことだってマジで感じるわね。まあ間違いないね。だってしかもさ死なないしね、日本でやってもいくら失敗しても死なない。最終的になんかもう国がこう、生活をっていう形でなんか受け皿があったりとかするんで。いやすみませんキムさん、ほんまに今回ありがとうございます。すみません、ずっと渋谷が髪切ることなくずっとぐちゃぐちゃ触っちゃって気持ち悪かったですよね。ずっとコネコネしてコネコネすみませんでした。じゃあちょっと今から顔剃りの方行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。すみません、ありがとうございます本当に。はい。あとキムさんあれですよね、今なんか本当に韓国ドラマ見たらもう思いっきり捕まるんですよね。韓国ドラマだけじゃなくて、一応北朝鮮が認めてない DVD とか見ると全部その対象になるんですよ。いやマジで俺キムさんの動画マジほぼ全部見てるからさ、もういろいろ引き出したいけどキムさんに話してほしいこと喋らせたら多分5時間ぐらいになってまうわ。もし興味ある方はキムさんの動画をぜひ見られてください。いいっすね。キムさんなんかバリ稼いでそうなプロ野球選手に見えてきた。なんかちょっとすごい。めちゃめちゃ例え面白い。もしかしたらそれプロ野球選手に変身する。めちゃめちゃプロ野球選手には変身させんすけど。バットまで買ってでもキムさんちょっとこれ踏み込んだ話聞くんですけど、業界なかったら北朝鮮とか田舎でもとか被害出ないんですか？多分そうあるんですけど、そこまで犯罪として使うかどうかは、日本だってちょっとなんか痴漢とかで時間があったりするんですよね。はいはい。北朝鮮ってそこまでそれがもう罪と思わないんですあ、やっぱ男尊女卑なんですね。女性の方からだと悪いっていうふうになんか思う人もいるし。まあ渋谷さんとはじゃあ最後セットしますか。うん。キムさん最後こうセットさせてもらってますけど、なんか最後にキムさんこれからやりたいこととかなんか聞いてもいいですか？もっといろんなことをちょっと経験したいし、いろんな世界を見たいっていう。大変新チャンネルを見て、いろいろなんか僕も勉強になったりするんですけどね、まだちょっと経験したことが少ないんで、いろんなことをちょっと経験したいですね。楽しみですね、これから。まあ僕らが経験できないようなことをね、キムさんは経験されてますけどね、僕らからしたら。キムさん自身もね、なんか今日は服とか髪の毛とか、なんかちょっとしたメイクみたいなのをね、これからやってみようかなって思えるようなきっかけになってくれたらと思ってますわ。なんかちょっと今日一つ学んで持って帰ります。ありがとうございます。
渋谷さん完成ですか？はい完成です。お疲れ様です。お疲れ様でしたキムさん。ありがとうございます。むちゃめちゃ金持ち感えぐいです本当に。いやなんか今日ね一瞬なんかそんな気持ちになるありがとうございます。今日はほんまにありがとうございました。はいというところで終わりました。お疲れ様でした。ほんまにキムさん今日一日ありがとうございました。こちらこそビビるくらいかっこいいですけどね。かっこいい。今度ねこの学校で動画を撮ってああ、ほんまですか。大丈夫ですかね、視聴者さん。キムさん、拉致られて変な人連れてこられてんちゃうって。そんなこともびっくりすると思いますけどねいやいや、まあ渋谷さん、今回のキムさんのこのコンセプトだけ聞いてもいいですか？キムさん普段あんまりこう服とか気にされてないってことで、ちょっとドレス寄りに、色気ある感じの服みたいなと思ってて、なので髪とかも、清潔感はある程度出したりで、高さを出したりとか顔に似合うんですよ、キムさん。なので高さを出しつつちょっと金持ちそうな感じに作りたいですいや普段なんかそういやおしゃれだなって街で見たりするんですけど、今日こう見たらさすがだなって。いや北朝鮮とかでこう服の娯楽って言っても全くなかったと思うんですけど、そうですね、僕はもういつも誰か着てた軍服をちょっともらってきたりしてましたね。今回もこういうちょっとキムさんもあるよっていうので、ちょっと一つのレパートリーにしてもらえばなって思います。キムさんどうでしょうか？実際今日一日我々と時間共にさせていただいて感想とかあったりされますか？ YouTube のね、このチャンネルのいろんな人の話とか聞いたんですけど、実際大変身ですね。ありがとうございます。嬉しい限りです。僕が知らない世界の話もいろいろ聞けてよかったです。いや僕はもう本当に一視聴者やったので、今回のこの機会ものすごく嬉しく思ってますし、キムさんの動画って本当に素晴らしいというか、同じアジア人として見るべき動画やと思ってましたし、少なくとも我々の動画をね登録してくださってる人にとっては、キムさんの動画を知るきっかけになってもらったらいいかなと思いますし、キムさんが今日話してくれたことって本当ごく一部なので、キムさんのチャンネルの方概要欄に載せてますので、よかったら見られてくださいというところですね。ありがとうございます。いやいやとんでもないです。こちらこそほんまに今日は一日ありがとうございました。ありがとうございます。いやキムさんありがとうございました。ほんまにいろいろ本当に大変身ありがとうございます。とんでもないです。見た目もかっこよくなってすげえよかった。いろんな話聞いてさ、中身も変身してるんじゃないかな。ほんまですか？ありがとうございます。これからも僕自身はキムさんの動画大好きなんで、動画投稿頑張ってください。ありがとうございます。今回はわざわざ東京までね、はるばるお越しくださりありがとうございました。帰り道また長なるかと思いますけれども、お気をつけてお帰りください。はい。あっち駅ね、こっち左下ったところなんで。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お疲れでした。おい。いやなんか文句さらさら言ってんのはちょっとなんだろうな、いろんな感情が渦巻いてる俺の中で。権利ってなんだろう、平等ってなんだろう、エモなろうとしてるやん自分。もう頑張ろうぜって感じになったでも何より分かる分かる。ありがたい状態だなっていうことを再認識できて、間違いない。こんだけチャレンジできるってね、素晴らしいことなんだなって実感できました。はい、よろしかったです。はい、お疲れ様でした。本日もありがとうございました。それこそ北朝鮮のキム・ジョンイルさん黒電話ヘアって言われてお前やめろよお前。黒電話ヘアとか言うなよお前。髪が、その北朝鮮にいる時はそんなことをもう間違っても言えないと思いますけど、なんか実際どう思うんですか、髪型みたいな。まず真似したらダメなんですね。そうですよね。真似したらあかん。そうやったらもう僕はもう数ヶ月間、強制労働されたあるいは収容所に送られた。えげつな。
であれどう思います？まあ唯一無二っていう感じなんですかね。うんまあ神ですね神そのそうですよね。まあそうですよね。おじいちゃんの時からうんずっと3代目でキム・イルソンの時からそうですよね。誰も、まあ、その名前とか勝手に呼んでもいけないし、えあ、名前呼んでもダメなんですか。まあ、そうなんですそのね。後ろに必ず何々様とかあるいはへえ。あ、何々投資とかあ、そうなんですね。ただの、まあ、何々さんみたいな感じで呼んだら捕まったんですよ。俺捕まるわ今キム・ウィルソン言うてもだよ俺マジで